国公営放送 KBS は、広告収入量の減少などで収益性が悪化したため、今後4年間で従業員1000人を削減すると発表しました。受信料を徴収したり、その役割など NHK と似た体質で提携関係もありますが、国営ではなくてあくまで公企業なので公営ということだそうです。広告収入も認められているため CM が流れている点は NHK と大きく異なる点です。韓国ではメディアの多様化によって放送局の収益は軒並み悪化していて、受信料収入のある KBS も例外ではないということのようです。KBS によると、先月5月までの事業損失額が360億ウォンであり、このペースが続けば今年は1000億ウォンから1200億ウォンの営業損失となると予測しています。KBS は2023年までに従業員1000人を削減するという非常経営革新案を発表しました。これによると来年以降、定年退職などの自然順減で900人、その他に100人を追加削減することで、従業員1000人削減を達成するとしています。現在の KBS 職員は5300人で、今後は必須人材を除いて新規採用を暫定的に中断すると発表しています。当然これには労働組合が反発しています。労組関係者は、KBS 経営陣が経営悪化を口実に、従業員の生存を脅かしている。経営陣は経営の失敗を認めて辞任しろ、などと発言しているようです。昨年社長交代のあった KBS ですが、昨年も759億ウォンの営業損失を計上しています。これは地方送信所の敷地売却など資産売却で穴埋めして当期純損益は16億ウォンの黒字となりましたが、事業の赤字傾向は歯止めが効かず、今後に向けて抜本的な対策が必要とされています。編集所管 KBS は NHK と提携していることから、NHK ニュースなどでちらりと目にすることがあるかと思います。BS では KBS ワールドのニュースを見ることができますが、BSNHK を見ている人なんてほとんどいないですよね。KBS は受信料を徴収している公営放送ということで、NHK と極めて似ています。KBS の受信料徴収は少し変わっていて、電気料金に含まれているということで、全世帯がほぼ自動的に徴収されているようです。テレビ受信機がないことが証明できれば分離することも可能ですが、手続きが煩雑でかなりの難易度があるようです。これを分離するよう訴訟が行われているようですが、なかなか実現していないですね。さて、KBS の財務情報はホームページで公開されていて、ある程度の情報はここから得ることができます。これによると受信料収入は全体の 45% を占めていて、6595億4500万ウォン、日本円で約585億円。NHK の受信料収入が2019年実績で7231億円ということですから、それと比べるとかなり小さいです。従業員数も NHK によると昨年度は1333人。日本との人口比率で考えますと、従業員数はほぼ比例していますが、事業規模は全く異なるようですね。人件費もざっくり比較すると、NHK が1115億円。KBS が4625億ウォンで約410億円ですから、まあ似たようなものかなと推測できます。逆に言えばいかに NHK が巨額の受信料に支えられているかということでもありますけど、韓国の受信料に関しては、準公営放送局である MBC が、自分たちも受信料を徴収したいと言い出して波紋を呼んでいます。MBC も例に漏れず、広告収入の減少で特に地上波放送は深刻な打撃を受けていて、こちらも昨年は966億ウォンの営業損失ですか。今年は両社ともに感染症の流行で広告収入もさらに激しく落ち込むでしょうから、深刻な状況に陥るでしょう。さらに韓国でも YouTube や Netflix の進撃が続いていて、既存メディアのような規制を受けないため不正競争だとわめいています。既存メディアはどこの国でもこのままでは縮小していかざるを得ない状況で、いろいろな生き残り策を打ち出してはいます。韓国でも打倒Netflixを掲げてオンライン動画配信サービスがいくつか立ち上がりましたが、面白いほど明暗が分かれているようです。KBS、MBC、SBS の地上波3社が通信会社のサービスと統合して新サービスを開始しましたが、残念ながら勝手に打ち死にという結果に終わりそうです。スマートフォン向けのプレイヤーアプリが Android と iOS ともに1点台の低評価。これはサーバがそもそも不安定なことに加え、無料視聴期間の終了、
割引特典が提供されないことや機能不足もあって、サービス統合でゴミ化したという評価を受けているということです。日本でも放送局各社が様々行っていますが、どれも芳しくないようですね。簡単ではないようです。ここに Apple やディズニープラスなども入ってくるわけですから、もはや番組提供企業になり下がってしまいかねないですね。それでも良いものが作れるのであれば活路ではありますが、主導権争いでは完全敗北ということです。今回もまた労組が反発していますが、彼らの主張はあまり納得がいきませんね。いつもそうですけど、既存の従業員を守るために新規雇用を見合わせて耐え忍ぶということです。その、自然減以外の100人の削減が問題ということなのでしょうかね。これがどのような部門で、どのような待遇を受けることになるのかもわからないまま叫び続けるのはいかがなものでしょうか。希望退職で円満退社になるのであれば、問題ないとも思いますが、そういうことではないですか？放送各社は人件費が支出全体の 30% 超を占めているようなので、ここに着手するのは一つの考えではあります。それを経営責任にして経営陣が退陣しろというのはね、社長が変わったばかりなのに。労組もそういうのではなくて、費用削減の具体的かつまともなアイディアを提言してはと思います。大きい声で横暴だと叫ぶのではなくてね。まあそういう面もあるんでしょうけど、もう少し踏み込んだ議論ができればと思います。既存メディアはビジネスモデルの転換を迫られているわけで、テレビ局がいつまでもテレビ局という看板ではダメなのだと思います。全世界のテレビ局に突きつけられている問題で、新時代に通じる収益モデルの構築に全社、いや、業界が一丸となって取り組むべきだと思います。あ、もうオンライン有料配信は敗北したのか。白雪さんは NHK の受信料は払っていますよね。払っているということにしておきます。ということは払ってないの？払っているということにしておきます。こういう場だから払っているということにしておきますね。ありがとうございます。ゆるりんは払っています？払っていますよ。本当に？嘘くさいですね。1年まとめ払いかで払っています。クレジットカードで。白雪さんは？私もそれだと思います。本当に？そういえば前に引っ越した時に NHK の人が来て揉めました。なので払っていると思います。払ってないから揉めたんじゃないの？払ってるのに払えと言ってきたから追い返したんです。そういうことってあるんだ。あの人たち適当ですから。じゃあこの前の選挙では NHK をぶっ潰す党に入れた？あ、それは入れようと思ってましたけど、ゆるりんにあそこだけは絶対にダメって言われて思いとどまりました。ああそうでしたね。でどこに入れたの？忘れた。あらら。でも入れなくてよかったです。なんで？党首の人？あの人がどうしても生理的に受け付けなくて。悪意はないですけどわかります。なんだろう。清潔感？男性受けはするかもしれないですけどね。きっと女性には人気ないと思いますよ。どうあれ国営にせよ公営にせよ、社会において一定の役割があるわけですけれども、韓国では公営が2社あってややこしいことになっています。あ、そう。興味ない。ないですね。当然。でも、受信料を電気料金から取るっていうのはすごいずるいやり方ですね。考えた人すごいですけど悪法ですよね。昔決めて今もそのまま残しているんでしょうね。これ、やめられないんですか？テレビないのに払っていたとかで払い戻し請求が増えているようですね。家にテレビない人もいますよね。ところで受信料っていくらなんですか？2500ウォン、200円ちょっとらしいです。日本は2000円以上でしたっけ？そうです。高いですよね。その分ドラマとか無駄に制作にお金かけていますよね。そうですね。民放とは明らかに質が違いますもんね。ところで韓国の公営放送は潰れますか？またそういう質問。政府が潰さないでしょう。公営放送法とかあって、それを変えながらなんとか潰さない方向に持っていくでしょうね。また国税投入ですか？最終的にはそういう手段があると思います。最終的ですよ。保険とか企業とか、最後は全部税金で解決なんですね。まあ、そういうことになりますね。あれ？当たってました？私ってすごい？そういうことにしておきます。すごいって言えばいいのに。ペアーズとかって出会い系アプリ知ってます？知らない。今やアプリなんですね。
会社の同僚がそれで知り合った人とデートに行ったらしいんですよ。しかもなんだかうまくいっているらしくて、ちょっと羨ましいです。ちょっと羨ましいね。3週間くらいメッセージをやり取りしてて、会ってみたら感じの良い人だったらしくて。へえ、で、その人はなんて言うんだろう。いかにもモテないオーラ満載なんですよ。だから色々衝撃です。それ失礼じゃないの？少なくとも私よりもモテないオーラが漂ってます。会ったらやっぱりって思うはずです。白雪さんはモテないオーラっていうより、面倒なだけですけどね。面倒って。私の友達に全く同じタイプの子が2人いるんですよ。見た目は美人とか可愛い系なのに、付き合ってると面倒になってくるタイプ。え、私もそれですか？かなりの部分で一致します。その2人ってゆるりんと同い年ですか2人とも1個上かな。売れ残り系ですね。今はこの年だとまだ売れ残りって言わないの？なんか、写真とか登録するらしいんですけど、たくさん声がかかるんですって。白雪さんも人気者になるよ。ほら、写真じゃ中身が見えないから。なんかトゲが刺さってる気がしますけど。でも人気になりすぎると大変そうで困ります。口開いてる写真にすればいいよ。そしたらちょっと危ない人かもと思ってあんまり連絡来ないかも。あの写真やめてくださいよ。でもどこかしら可愛くていいじゃない。ひえ。登録したの？今のところ面倒だからもう少し様子見ます。ゆるりんは？ちょっと、考えます。考えるんだ。